んにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちはね。こんにちは。あれは言わんの。命からがら365ペイベイのエンジンが総分解できました。ほまあなかなかエンジンよ、まだミッションやクラッチハウジングなんかこの下にあるからまだですけど、もうちょっと頭がもうごっちゃになるから、まずはエンジンを直してからまた次のステップに行こうかと思ってるんですけどね。とりあえずなんかちょっと見て、このシリンダーブロックなんかもう骸骨みたいなような縦割り。いや縦割りだし、こんなんで合成が出るんかというふうにね思うだろうけど、これ多分これエンジン単体や、これエンジンかけたら多分これもうすぐバラバラになると思うよこれ、これやっぱり下のミッションケースがあるから合成がある、もうだってこれこんな軽いんじゃもん。何キロこれ、ほんと何十キロ。目方でドンで目方でドンで言うとおそらく20キロ20キロ分の買い物ができるわけな。いやないと思う。いやそうか、4H のブロックが23キロやったから、それよりはるかに軽いわ、十何キロだこれ。片方がこれ十何キロしかないよこれ、シリンダーブロックかよ。これ L 型やったらL 型が65キロぐらい。大人一人だな。大人一人だ。それから言うたらこれが 4.4 リッターの12気筒やからな。まあ軽いわ、軽い。でも軽い分な、やっぱりいろいろそりゃ無理なことがやっぱり無理なことをしてる、見ててな。でもよ、でもその無理なことをしてるってから後出しじゃんけんで言うのは言えるんだけど、でも昭和48年にこれを市販してるからな。それがすげえ。作って、それがすげえ。そんなのはもう日本のメーカーではもう絶対太刀打ちできんじゃろこんなものはね。そのワンフレ作れたかどうとかやったらさ、もちろん当時の日本のな、技術者様でもさ全然できたと思うけど、これを曲がりなりもこれな300機ぐらい売っとんかな、このエンジン、F102A よ、365BB やな。だから300機ぐらいこれ当時売ってると思うんだけど、それを作っとるからな、なんだかんだ言って。それはすげえよな。すげえ。ほんでちょっとこれ分解していって、細かいところの測定をまだどうのこうのはしてないんだけど、大破しとるような部分はなかった。これとりあえず回ってたら回ってたはず、間違いなく回ってた、ただこれな、おそらく僕の予測では、この辺のガスケットの付き方とかを見たらもう樹脂になってるからな、もうこれがもうプラスチックみたいになってるから、おそらくここの腰下開けたのは今回が初めてじゃないかな。あ、そう。多分50年ぶりだこれ。多分1回も開けてなかったと思う。これ走行距離何本ぐらい？いやそれ分からん。分からん。ヘッドはな1回下ろしてる形跡が。あ、そうなの。ヘッドは下ろしてた。だけどこの腰下に関しては開けてないと思う。ただ僕はな、逆に開けてない方がいいわ。やっぱりメーカーの技術者様で組まれてる方が後からどういうかな、やっぱりどうしても日本国内なりどこか行って次の方がオーバーホールしているのはちょっとやっぱりな、組み方の癖みたいなのがあって、正規がどうだったのかちょっとわけわからんとこがある。正しく組まれてね、可能性もあるしな。そう、だからそれを考えるとこれ組んだったのはよかった、組んでバラしてなかったのは良かったんじゃないかなと僕はそういうふうに考えることにしてるんだけどね。なるほど。だけどこのメインを占めてるこれすごいわな、これ14ミリよ、このボルトぶってそれはもうこのぐらいで締めたかなもう縛り上げてるわ、この左右はな。ほんでこれはどっちかというとサブじゃん、サブは10ミリだこれ、な10ミリのネジで、ちょっとこれも残念だなと思うのが、これネジをな、これ全部もうバラしたネジをこれもう全部一個一個パケで置いてるんだけど、後からなんでだろう外から変えれるネジは全部純正のネジじゃなしに、なんかステンレスのナットとかに変えたりしてるんですよ。でいけんだから、これネジなんかもちょっとこれはもう僕はどっちかやったらオリジナルに近いような風に戻したいから、もうこのステンレスのネジ、ちょっとこれはオーナー様にちょっと了承、オーナー様僕直接知らないんだけど、間に入ってくれてる今回のそのレストアプロジェクトの、僕は監督って呼んでるんだけど、そのチーム監督にちょっと相談しようかと思ってるんだけど、監督がいいとなったら、許可が出たらちょっとこの辺のネジ類をやっぱりその当時と同じように、結構いいネジを使ってるよ。ただの生クラの納豆じゃなしにやっぱり焼きが入った納豆を使ってて、で 36BB は特に
やっぱり仕上げを良くするのにニッケルメッキっていうのを使ってた。で僕らの 512BB はもう安く作るから、もう通常の六角クロメート、クロメートメッキっていうやつになってるんだけど、やっぱり手間のかかるニッケルメッキがしてあるから、もうあえての全部ニッケルメッキで、武装しようかなと思う。その当時の新品のエンジンと同じように、新品の時と同じように変えようかなと思ってるんだけど、そこはちょっとまた待ちですけどね。だからそういうところはもう今後変えるのは変えていきたいと思ってる。あとはあと面白いのかな、こういうネジ、これブロック、これコブが出とってネジが切ってあるんだけど、これ何のネジか言ったら、これエンジン組んだらここネジなんか何も締め付けるとこはないんですよ。ホキだね。いやこれな、おそらくよ、僕は今回使われへんかったけど、こっちからネジを入れて、おそらくヘッドを浮かすためにつかすためにやっとるんじゃないかと思うよ。浮くために浮かすのに多分よ。多分全く開けてないエンジンは結構開けるのが大変なんじゃないか。ここがあかんかったからな、これが結構ツッチーとこれどんちゃん騒ぎしながら外したからね、これ。だけどこれもな、このエンジンは一回ヘッドはここ最近じゃないけどバラしてる形跡があった。だから比較的楽にヘッドは開いた。なるほど。僕な昔テスラスタのエンジンをちょっとやったことがあるんだけど、あれはなんだろう、このヘッドボルトがもうクーラントの問題もあるかもしれんけど、腐っとってな、もう膨らんでしまって、もう思いっきりヘッドに、どういうんもう食いついてしまってから、ヘッドが外せんかった。どうやった？もう締めにはもうこの間に僕はもうタガネ突っ込んでもうくさびみてえにしてから、それしかねえもんな。それで抜いた。ほんでも傷んだところを溶接して、もうだから全体回のもう一箇所決めたところをな、対角ぐらいで、これでもう埋めて、それで直したこともある。若かりし頃にな。今やっても多分そうせんといけんだろうね。だけどこれは比較的にそこはパカッと取れたから良かった。だからクーラントなんかの管理は良かったと思う。水の管理はね。そうそう。で、まずどっから行こうかな。ちょっとまだこれヘッドはバラバラにしないか分かんないけど、まずもうシリンダーもこれはもう、ピストンも標準ボアの81パイのままのピストンだけど、すげえわな。アッシュクリングが3本もあるからな。これは時代よな。で、またこのオイルリングの厚み。分厚いよな。で、昔のこの頃のな、ヨーロッパのリングいうのはこの、張力でオイルを止めようっちゅうんやな。リングの開く力で。だけど、これはな、やっぱりな、張力はやっぱりもう、どんどん摩耗する。でもこれもアッシュクリングが3本あるから、やっぱりな、何がいけんかってやっぱりシリンダーの中が摩耗しとんよ。これやな。だからもうこの、例えば、リングが上がってこん、一番てっぺんね、これ今一気にこれも入ってしもうたらもうこれ、待てよ、もうボコッと拾うんよな。そう。こんなに違うんよ。そう。このボアなんかでもこれな。ここは、これ、100分の2から3プラスだけど、一気にこれ、ものすげえ摩耗したんよ、この辺がな。この辺が正規じゃな。これ見て。多分これが正規の寸法だ。やっぱりな、上下が摩耗するみたいなな。水平対向だからやろうな。この前後方向はこれ下手すら。これ、逆にアンダーだわかん、これ。100分の2アンダーぐらいだよな。2から3ぐらい僕今見に行きけ。で、これもやっぱり100分の2。今これで00ぐらいだわ。なんだけど、それを直角グリーッと持ってきて、クイッとこう回すと。こんなに広がってる。だからもうこれ指で触ってもう明らかに段差があるんよな。だからこういうようなところなんかでもちょっと直していかんといけんいうか、これはもうあれだ、オーバーサイズを作る。これはもうな、純正品買うより絶対大越でピストン作った方がいい。で、僕アレンジしていくやつだから、純正のピストンより、ちょっとな、盛り上がりを少し上げて、少し圧縮を上げたい。ちょっとハイコンプにして、むちゃくちゃ上げんよ。ちょっとハイコンプにしていく。せっかくやるんだよ。そう。それがもうな、純正じゃないのができるっていうのがそういうところ。ただな、これな、フェラーリはな、おかしなことしたんよ、これ。ピストンピンがな、ちょっとこれわからないけど、これ、18.5 っていう、変則的なピストンピンな。なんで18とか19にせんかったんかちょっと謎なんだけど、大体日本だったら18ピンの次は20ピンじゃ。インチとかそういうことでもいや、インチやね。もうほら、イタリアだけミリじゃん。だけどやっぱりこれ 18.5 ピンとかやから、
これピストンピンを作らなきゃいけん。だから OS で持ってるピストンピンじゃないからちょっと専用のピストンピンをちょっと作らないといけんかなっていうところかな。なるほど。それと、あとこれちなみにこれ12番のピストンなんだけど、ここがガーンとこれクランクシャフトとぶつかっとんよ。だからこれクランクの12だから一番先頭だ。の、こっち側になるんか。こうなるんだけど、だからこれがこうスッとんよな、一瞬。なんで当たるな、これ。こう当たっとんよ。でもな、結構ギリギリだった隙間が。だけど、ガンといっとんだ。それ膨らむ系で、見てこれ。なんか異変を感じん？もう曲がっとるか。わかる、曲がっとろ。トムちゃんなっとるよ。たっちゃんこっち。わしこっちから。いやいや、わしはこっちだろ。左利きだから。いや、こっちの方じゃろ。栄養からだけど。なんせ曲がっとんよ。そうよな。で、これは、やっぱりキャッシュこう来とんだよ。で、ダウンドラフトのキャブレターだが、だからちょっとでもオーバーフローしだしたら、もう、これはもうむちゃくちゃ、あれ、送り込みね。もう、エンジンなんかシリンダーなんか入ってくると思う。んで、ドン言うてエンジンが、セル回した時に、いや、他が生きとったらかかるが。でも、かかった瞬間に、ガンと曲がったんだよな。で、あらの方向まで抑えられて、一瞬、もうこれ多分戻っとるだろうけど、ぐにゃっていっとんやと思う。それで、もう、これが当たってしまった。だからな、どこの気筒だったかな、7番気筒目じゃん。これもう、コンロットは曲がってないんだけど、これも当たってる下が。だけど、これもキャッシュこうこうしないと思う。瞬間的に。これもちょっと、もちろん曲がり測定するけどな。けど、これもだから当たっとる。だからそんなことが起きるんよな、こういう。これは一番後ろだ。7番気筒目いったら。それ下手に気筒数があるけん回るわな。回るんよ。そうだ、かかるんよ。普通な、4気筒やこうで1気筒キャッシュこうこうしてたらもうセルが回る。だけどこれ曲がりの曲がって回ってしもうたらバンとかかるがもう。そうそう。だからそういうふうなことがあったりしたかな。で、次がな、もう分解するときから言おうたと思うけど、スラストがガッタン正体のクランクが前後に2ミリぐらい動ってたんだけど、結局それがやっぱりこれ、ここがいっとる。これ、わかるかな？筋が入っとるな。筋が入っとる。これ本当はこんなへこみやこないからな。元ある。ここの高さで仕上がってる。ほんまは。だからこれ焼けとんよ。これ声スラストメタルがこう走っとんだけど、これちょうどスラストメタルの大きさでな。そう。で、油が回ってねかったけど。で、結局な、もうメタルもちびとるし、これがこれの反対側の前側だ。前側はしっかりしてるわな。これもないだろ。溝がなくなるぐらい摩耗してるもん。で、こっちもめちゃめちゃ摩耗してる。で、結局こうなったいうのは、まずは、このな、僕が見るに、このスラストの、このクランクのスラストの取り方、取る位置が一番後ろが取ったんやけど、この一番後ろは用ねえかもしれん。できれば真ん中、前に近い方が良かったんかもしれんな。というんが、このエンジン、オイルポンプが一番先頭にあって、オイルフィルターがここにあって、で、フィルターを通過したオイルがまず一番最初に入っていくのが、どっちの口やったかな。要するにあるんよ、口が。要するに入っていく口がな。で、その口からビューッとクランクシャフトやコンロットやってこっちから入っていくわけ、順番が。潤滑していくが。で、一番後ろなんよ、これスラストが。だから、アイドリングなんかの低い時言うたらもう届きにくいんだと思う、こっちまで油が。で、アイドリングゆっくりゆっくり回りおる時に、油が後ろの方が出にくい、寝にくい上に、この 36BB はこのクラッチがな、もうむちゃくちゃ圧着力が重たいんよ。ちょっとストップ。ごめん。はい。で、このクラッチがな、これ単板クラッチなんよ。AP のクラッチや。シングルプレートクラッチなんだけど、このな、クラッチの圧着力、めちゃくちゃごっつい、これ、ダイヤフラムスプリングを使ってる。だから、もうこれな、もうそれはもう想像しただけでこれ多分とんでもない圧着力だ。だから、イコール、何が起きるかって言ったら足が重たいわな。足が重たいイコール、クランクシャフトを前に押す力がむちゃくちゃ出てくるわけよ。
な。そりゃどういうの圧着力に耐えよう思ったら、相当ここにジャバ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 油を送っとかんとそれは焼ける。だけどやっぱりなこの辺りがやっぱり 365BB のちょっと弱点だったんかもしれんな。だからやっぱり正直僕見てびっくりしたんだけど、燃料ポンプオイルポンプが小さい、これ使っとるオイルポンプがもう本当にこんなオイルポンプなのいうぐらいのオイルポンプなんよ。ちっちゃいもう本当にちっちゃい容量が、そうここの中に入ってるんやけどな、これがクランクシャフトの先のギアがあって、このギアからまずこれ、これあれ、タイミングベルトの下を根元だこっちが、でこれを回してるんだけど、でこれでオイルポンプなんじゃないけど、このオイルポンプの容量がギア式のオイルポンプなんだけど、これギアの幅見てもな、それは半ばこれ4400のエンジンやこうじゃないわな。ちょっとこれはっきりとそのもの物が測れんけど、この鋳物のケースから推測しても、おそらく40ミリぐらいの幅じゃん、オイルポンプの幅が。それはちっちゃいこと。ちっちゃい。そりゃここの幅がだいぶいるんだそりゃ。だからまあ回転数で言うと、まあそれはエンジンと同速くらいで回しおるな。下手すらエンジンよりちょっと速いかもしれん回転数が。ちょっと待てよ。一回これ何本外形がちょっとごめん外形でいくけど、本当は端数はいかなきゃいけないけど、65に対してこれが65にして69やから、ちょっと減速してるエンジンの回転数から、一回これがアイドラーが噛んで、これアイドラーの発想は関係ないからな、ギア比には。結局これがどの大きかろうが小さかろうが、結局これとこれの大きさの差か端数の差なんだけど、ちょっと減速してる。いやそれはちょっと減速しとかんと、ちょっとこれいきょうたらそれはエンジン同速回したらキャビテーション起こすわ。それでも高い、だいぶこれエンジンの回転数に近いぐらいで回しておるから、高い。もうちょっとそれはこと、やっぱ S20 なんかゆっくり回しておるよ。3分の2じゃん。これはでもこれほぼ同速だわこれ。だからギアポンプで言ったらな。あと E30、例えば僕が乗った BM の E30 はこうエンジンの半分で回しようと。2分の1じゃん。速い方がええような気がする。ダメよ。違う。ポンプいうのは速をしたら速をするだけ、キャビテーションってから今度は、エアーが出てきてから送らない。要はウォーターポンプなんかに落とすが、それと一緒で、あるところを境に急に送らなかったりするの油を。でもこれはちょっと用ないな。まあだからスローなんかで少しでもたくさん送るために、まあそういうことはしとんだと思うけど、で結局僕らの512ベイベイになるとドライ散布にしたんよ。なるほど。だから送りのポンプを大きくしてるわ。でその代わり大きくした分もう回収ができになるから、ここへ行ったオイルを、だから強引に今度は吸い出す、タンクに戻すようにしてから、それで循環をさす、強制的に。だからやっぱりドライ散布潤滑にやっぱり512からしてあるんだけど、これはやからな、そんなんもあってちょっとこれはなんかあるわな、このポンプの容量やったら。どういうちょっとこの辺は価値と性能はまた違ってくるからな。でもやっぱり価値があるのはやっぱりこれはもう36ベイベーなの、もう桁が違う。この36は桁が違う。いうかもうこれがもう今買えてる人、持たれてる人ってのは本当にもうそりゃもう本当に日本国内やったら日本国内で限られた人だ。これを当時今所有できてるって言ったら。だけどやっぱりその性能っていうのはまた別の話だな、これがな。まあでもそれは致し方ないところで、それはしょうがない。もうそれと性能と価値は一生変えたら、それは必ずしも絶対一緒じゃないからな、それは。そんなこと言うんじゃないよ、そのオーナーさんから言うと。だからこれやっぱごめんなさい、もうオーナーさんがちょっと気を悪くするかもしれんけど、まあでも真実はそんな感じかな。だからそんな感じで、ちなみに言うとこっちのギアはここで何を回しようかって言ったら、まあ、ちなみにこれちょっと脱線だけど、これが入ってくるの。これこれターボじゃねえよ。一緒に言おうかも。そうか。そう。これ、ここからこれが入ってきてから、これターボチャージャーじゃないよ。違う。ウォーターポンプが入るの、これ。で、ウォーターポンプをこれで回す。これウォーターポンプもこれ同じあれか。同じぐらいの回転数で回しようか、エンジンと。これちょっと速いな。64。ちょっと待ってよ、64。あと待ってよ、いうことはこのクランクとウォーターポンプがこれ同じ波数だろ、おそらく。同じ外形だ。そりゃまたちょっと。速いな。遠心ポンプだけどな、これ。ちょっと速いな。
そりゃでも、いや、じゃあけど待てよ。いや、これ、512ベイベーは多分遅いで。回転数は。それは対策しとるいう意味だろだけ。いや、オープンまでやっとんだろうな。いや、512ベイベーは、どっちか言うと、アイドリングだったら水を送らんで、ちょっとヒート気味なのよ、僕らの。だけど、ちょっとスロー上げとったら、水が循環するんだよな。まあ、もうここと一番前だから、ラジエーターが。まあ、そら、かなりこっちで押し込まねあ、そら、押し込まんと帰ってこんが。そうやな。いや、ほんならまあ、それを考慮したから、やっぱこのぐらいの回転数やったかな。いや、僕も512ベイベー自分のやつをエンジンやった時の波数は記録しとるから、まあ、それ引っ張り出してくればいいんだけど、データをね。まあ、いろいろ難があるんだったいや、やっぱり難はある、正直。ただ、さっきも言うように、その昭和48年よ、1973年に、小柄なものができたいうのが、それはとんでもないで、そりゃ。